エロいと思われている部分は実はエロくない。つまり、パンツが見えている部分は実はエロくないんです。じゃあ、エロいと思われてない部分にですね、実はこっそりエロさ。それ何なのか。パンチラがエロくないんだったら、どこがエロいのか。皆さんお待ちかねですね。このアニメですね、実はキキ以外のメインキャラクターですね、女性には全員同じ特徴があります。キキに影響を与える、メインキャラクターの4人です。キキの母、コキリですね。で、パン屋の女将、お園。向かいに住んでいるデザイナーのマキ。青い屋根に住んでいる上品な老婦人。全員共通のですね、特徴があります。よくわかりやすいカットを選んだんですけども、わかりますか？では答えです。答えは全員ピアスをつけています。多分ですね、というか今彼氏がいる人というかですね、今セックスしている人は赤いピアスなんですね。老婦人がですね、ちょっとターコイズっぽい色のピアスしてるのは、昔してたけど今はしてないからだと思うんですけども、キキはね、もちろんしてないんですよ。ラストでもしてない。なので、宮崎駿がですね、インタビュー集で、トンボとはあれからどうなったんですかって、いや、キキはトンボと恋人同士じゃありません。あれはただ単に友達なんですよっていうふうに一生懸命言ってるんですけども、やっぱりみんな恋愛というふうに見ちゃうんですね。キキはですね、イヤリングをしてない、ピアスをしていないんですね。じゃあですね、皆さん今疑問ですよね。絵描きのウルスラはどうなんだろうっていうふうに思うじゃないですか。絵描きのウルスラにはピアスがなくて、先輩魔女にはですね、ハート型の金色のイヤリングがついてるわけですね。で、ウルスラはリボンではなくて髪留めなんですよ。だから、自意識の象徴である、ただね、ウルスラもね、急にでかい帽子かぶったりするんですよ。人前出てくるとき。都会で出てくるときにね、やたらね、でっかい帽子かぶったりですよ。やっぱ頭にでかいものをかぶるっていうのが宮崎駿の自意識の象徴で、森の中ではですね、ウルスラは自由に振る舞ってるんですけど、都会で出てくるときはビビりまくってるんです。だからでっかい帽子かぶってるんですけどもですね。だからウルスラもまだ修行中です。で、多分森の中で一人で暮らしてしまってるんですけど、キキみたいに街の中で一人で暮らすっていうですね、なんか強さがないんですね。ウルスラで弱いところがあって、街の中で一人で暮らせない。このピアスっていうのは何なのかっていうの受け取り方は自由だけども、ある種の法則でこのピアスがつけているということだけは理解してください。魔女宅ってエロいと思ってない箇所で案外いろんなメッセージがですね、入ってるんですよね。